皆さん、7月29日はただの満月ではありません。2026年の中でも特に重要な節目となる満月であることをご存知でしょうか。そして今このチャンネルをご覧になっている皆さんはこの特別な一日を知るご縁に恵まれました。なぜなら日本時間の夜11時36分に満月を迎え、朝7時から9時には線路の日の力が巡ります。さらに月徳日、大明日、土曜の間日が重なり、暦の吉日がいくつも集まる一日です。加えて干支は木の絵立つ、旧星は五黄土星、十二直はお産、それぞれが始まり、土台、受け取るという意味を持ち、これからの流れを形にしていく力が重なります。私はこの7月24日から29日までを方向性の確定週と考えています。迷っていたことに答えが見え始め、これから進みたい道を現実へ移していく大切な1週間です。だからこそこの日は自分がこれから進みたい方向を書く、話す、表現する、そして小さくても実際に始める、そんな一日にしていただきたいのです。ただしその力を十分に生かすためには前日の7月28日の過ごし方も重要になります。今日は28日に準備しておきたいこと、29日に行いたいこと、そして土曜から8月へ身体をつなぐ食養生まで詳しくお話ししていきます。このチャンネルでは旧世紀学、東洋思想、世界の暦、そして天体の流れをもとに毎日の暮らしや食養生を通して運の貯金を増やすヒントをお届けしています。これからも暦を味方につけながら毎日を過ごしたいと思われた方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。では行ってみましょう。まず前日の7月28日は準備の日として過ごしましょう。この日は神吉日、友引、十二直のなる、そして土曜の間日が重なります。なるは物事が整い形へ向かうことを表す日。土曜の間日は土曜の期間中でありながら暮らしの手入れや作業を行いやすい日とされてきました。ですから28日は大きな結果を急ぐよりも29日に何を始めたいのかを整理する日に向いています。机の上を片付ける、使っていないものを一つ手放す、書きかけの文章を整える、伝えたいことを箇条書きにする、そしてこれから大切にしたいことを一つだけ言葉にしておきましょう。28日に余白を作ることで29日の満月に自分の方向性が見えやすくなります。そして7月28日は29日の大切な一日に向けて体を整える食事を意識してみましょう。この日は六白金星の日です。六白金星は整えること、節度を守ること、そして本来の力を引き出すことを象徴します。また猛暑や湿度の高い日が続くこの時期は胃腸に疲れがたまりやすく食欲も落ちやすくなります。だからこそ28日は消化に優しく体に負担をかけない食事がおすすめです。例えば卵豆腐やオクラ、モロヘイヤを加えた温かい味噌汁、山芋や長芋など粘りのある食材も胃腸をいたわる一品として取り入れやすいでしょう。試食は冷たい麺だけで済ませるのではなく、ご飯やおかゆ、雑穀ご飯などゆっくり噛んでいただけるものがおすすめです。飲み物は麦茶、黒豆茶、ほうじ茶などを冷やしすぎずに、食後に甘いものが欲しい方は白玉を使った和菓子を少量楽しむ程度がちょうど良いでしょう。六白金星の日は足りないから足すのではなく、余分なものを減らして整えるという意識が大切です。腹八分目を心がけ、夜は少し早めに休む、体にも心にも余白を作ることが29日の満月と線路の日の力を受け取るための大切な準備となります。28日の夜は翌日の満月を穏やかな気持ちで迎えるために香りや植物の力を借りて心と空間を整えてみましょう。おすすめはローズ、ラベンダー、そしてヒノキの香りです。ローズは気持ちを優しく包み込み、自分を大切にする時間を思い出させてくれます。ラベンダーは一日の緊張をほどき、ゆったりとした眠りの時間へ導いてくれる代表的な香りです。そしてヒノキは日本の森を思わせる落ち着いた香りで、呼吸を深め気持ちを静かに整えたい夜によく合います。アロマをお使いの方はティッシュやアロマストーンに一滴垂らして枕元に置いたり、ディフユーザーでほのかに香らせたりすると良いでしょう。翌朝気持ちを切り替えたい時にはベルガモットやレモンの爽やかな香り、
暑さで体が重く感じる朝には、ペパーミントやユーカリの清涼感も、この季節らしい心地よさを与えてくれます。香りは強くする必要はありません。ふと呼吸をした時に、ほのかに感じる程度がちょうど良いでしょう。また、部屋に観葉植物や青じそ、ローズマリーなどの鉢植えがある方は、水を変えたり、枯れた葉を取り除いたりしてみてください。植物を丁寧に手入れする時間は、自分自身の心を整える時間にもつながります。28日は、何かを頑張る日ではなく、29日に向けて、自分の心と暮らしに静かな余白を作る日、そんな気持ちで夜を過ごしてみてはいかがでしょうか。そして迎える7月29日、この日は満月であり、線路の日、さらに月と首と大名日も重なります。線路の日は、物事を始め、その流れを長く育てていく節目の日です。ですから、この日に始めたことは、一時的な結果ではなく、未来へ続く道を作ることを意識すると良いでしょう。そして干支は木の枝立つ。木の絵は、土の中から芽を出し、まっすぐ天へ伸びる大樹の始まりを表します。一方、立は、大地に蓄えられた力が形となって現れ、物事が大きく動き始める象徴です。つまり木の絵立つは、小さな種を大きな実りへ育てていく力を持った組み合わせなのです。さらに九星は五黄土星。五黄土星は、すべての中心に位置し、土台を整え、運の流れを安定させる星とされています。そして十二直はお産。お産は、受け取る、蓄える、収める、という意味を持ちます。これらを金運という視点で見ると、この日は、一攫千金を狙う日ではありません。むしろ、お金が巡り、お金が残り、お金が育っていく土台を築く日なのです。収入につながる学びを始める、仕事の計画を書き出す、財布を整える、家計を見直す、新しい口座や積み立てを始める、誰かとのご縁を大切にする、そうした一つ一つの行動が、これから先の豊かさへ続く、一本の線路になっていきます。満月は、これまで積み重ねてきたものを、照らし出す節目でもあります。だからこそ、何を手放し、何を育てていくのか、それを決めることで、これからのお金の流れも、少しずつ変わり始めるでしょう。つまり7月29日は、金運を呼び込む日というよりも、金運が育つ土台を作る日、そのような気持ちで、この特別な一日を過ごしてみてください。まず、29日の朝7時から9時頃は、線路の時間です。線路とは、一度敷かれると、その先へ長く続いていく道。だから、この時間に始めたことは、これから先の暮らしや仕事、お金の流れの土台になりやすいと考えられています。金運も同じです。突然大きなお金が入ることよりも、小さな積み重ねが続くことの方が、はるかに大きな豊かさになります。朝は、財布を整える、仕事の目標を書く、収入につながる学びを始める、家計簿を開く、あるいは、新しい企画のタイトルだけでも書いてみる、一本の線路を敷く、そんな気持ちで、小さな一歩を踏み出してみてください。そして、この日の絵とは木の絵立つ。木の絵は、大樹へ育つ最初の芽。立つは、大地に眠る力が動き出し、形となって現れる象徴です。つまり、木の絵立つは育てる金運の日。一夜で大きく変わる豊かさではなく、時間をかけて実り続ける財を育てる日なのです。さらに九星は五黄土星。五黄土星は、中心を整え、土台を固める星。土台がしっかりしている木ほど大きく育つように、お金も土台が整っている人のところへ巡りやすくなります。そして十二直はお産。お産とは、受け取り、蓄え、残していくこと。収入が増えることだけでなく、入ってきた豊かさを守り、未来へ生かすことまで含めて金運なのです。そこで、この日にいただきたいのが、木の絵立つの力を食卓に移した食用場です。まずおすすめなのが、根菜です。レンコン、ごぼう、山芋、人参、地中へ深く根を張る食材は、豊かさの土台を育てる象徴でもあります。そして豆類、枝豆、黒豆、大豆、納豆、一粒からたくさんの実りを生む豆は、積み重なる豊かさを表す縁起の良い食材です。さらに金色の食材、トウモロコシ、かぼちゃ、卵、実りを思わせる黄色は、豊かさや収穫を感じさせてくれます。おすすめは、五穀米を使った、とろろご飯、レンコンとごぼうのきんぴら、枝豆を添えた冷ややっこ、山芋のお吸い物や味噌汁、食後には、ほんの少しだけ白玉の和菓子、無理に豪華なものを用意する必要はありません。
今ある食材に感謝しながら、今日いただく豊かさが未来の実りにつながりますように、そんな気持ちで食卓を囲んでみてください。そして夜11時36分、満月を迎えます。満月は、新しい願いを増やす日というより、これまでいただいてきたものを振り返り、感謝する節目です。朝に始めたこと、昼に動いたこと、その一日を静かに振り返ってみてください。そして、今日は、この一歩を踏み出すことができました。今日も食事をいただくことができました。今日も働く場所がありました。そんな小さな感謝を、一つ一つ思い返してみてください。感謝は、今ある豊かさに気づく心です。その心が、次の豊かさを、受け取る器になっていきます。7月29日は、朝に線路を敷き、昼に種を育て、夜に感謝して受け取る。そんな一日の流れを、ぜひ大切にしてみてください。7月29日は、ただ願い事をする日ではありません。朝に一本の線路を敷き、昼に未来の豊かさの種を育て、夜の満月で、その一日に感謝する。そんな一日を過ごすことで、今日という日が、これから先の人生に、つながる一歩になるかもしれません。大切なのは、大きなことを始めることではありません。小さくても、今日から続けようと決めることです。その積み重ねが、やがて大きな実りとなり、自分だけの豊かさへと育っていくでしょう。ぜひ今日のコメント欄では、私が今日から始めることを一言だけ宣言してみてください。例えば、家計簿をつけます。資格の勉強を始めます。毎日10分読書をします。仕事の企画を書き始めます。どんな小さな一歩でも構いません。言葉にすることで、自分自身との約束が形になり、未来への第一歩になります。皆さんの宣言も、楽しみに読ませていただきます。このチャンネルでは、旧世紀学や世界の暦、日本の伝統文化、天体の流れ、そして季節の食用場を通して、毎日の暮らしを少し豊かにするヒントをお届けしています。今回のように、その日だけの暦や吉日の意味だけではなく、どう暮らしに生かせばよいのかまで、わかりやすくお伝えしています。こうした内容がお好きな方は、ぜひチャンネル登録をして、次回の動画もご覧ください。それでは皆さん、素晴らしい7月29日をお過ごしください。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。